どうも皆さん、KDDI 売却方針決定で、京セラ株価に大打撃と割安投資のチャンス。概要としては、KDDI 大規模株式の売却発表により、京セラ株価に影響が出ています。KDDI の筆頭株主が、京セラで 15% ほど持っているんですよ。それが、売られるよって言うと株価めっちゃ下がるじゃないですか。じゃあ、なんで京セラが下がるのって思うじゃないですか。これは持ち株なんですよね、お互い。だから、じゃあ今度は京セラが売られる、先に売ってしまえっていうことでパニック売りがあって 10% 割安になっちゃったんです。で、この動画では KDDI 売却の背景とその影響、環境成功など他の注目銘柄を分析して効率的に利益を上げるための投資戦略を解説していきます。長期、短期投資家に役立つ。どっちとも役立ちますよね。株価への直接影響。三菱銀行が大規模な株式保有を決めるっていうのが次言う2つ目、3つ目の銘柄あるんですけど、で、そういう売却発表をすると、これに伴う売りの圧力とか買い支えが株価に直接影響を与えるんですよね。特に同社の保有比率が 5% を超える筆頭株主系の人っていうのはトレンドを変えるので注目されやすく、個人投資家にとっては投資判断の参考にするっていうのが、この SNS の情報が早くなった今では定石となっています。うわ、筆頭株主が大量売却の通達始めたぞ。やば。買いに行く機関投資家いないから絶対買わん方がいいよな。でも KDDI の11月良くて決算がいつ仕込みがええんやみたいに僕はすごく興味があったので他の株チャンネルを見て情報を集めて、あ、これが盛り上がってんだとか、僕自身が株の運用をしているので買いはナッシングの結論もねバッサリしていきますので聞き応えあるよ。このチャンネル小春このきは他の VTuber チャンネルと一線を画す投資をテーマとするチャンネルで、一般的な VTuber のゲーム実況とか雑談とかエンタメ系とか何のお金にもならない利益にならない、ただ可愛いめでるワンちゃんみたいな、そういうね系とは違って、やっぱお金になって人生を確実に豊かにしていくっていう、それこそがゲームなんじゃないかと思って僕は株式投資の具体的なノウハウっていうのを提供しています。この値段で買ったらいいんじゃない？売ればいいんじゃないの？少なくても僕はこう思うよとか。で、主にどういう人たちに見られてるかっていうと、40代、50代の人が多かったんですけど、最近はね、インプレッションっていうのかな？いいねとか評価が増えて、若い女性とかにも見られるようになりましたね。意外と反応はおばさんたちに、その近所の説明の時からもね、疲れてたんですよね。とにかく投資の知識やノウハウを高める人々にとって価値あるコンテンツを提供しています。では皆さんお待たせしました。早速銘柄の説明へ行きましょう。ちゃんとね、今週も儲かって、もしくは変動が激しい大統領選挙前だったら守れるか、防御、ディフェンスに入れるかってね、攻めよりも守りが大事。ちゃんとここぞという時に攻められるかっていう、それは情報が大切、確認が。今回一番おすすめしたい銘柄は、証券番号9433の KDDI。まず、これを見てください。KDDI の保有状況です。京セラは KDDI の筆頭株主であり、約 15% の株式を保有していて、で、それが売るぞっていうと大きい影響がある。じゃあどれくらい大きいかっていうと、その金額はね、なんと1兆5019億円。めっちゃ大きい。で、これをね、何千億円っていうようなやつが売りに出しますって言うと、株価に与える影響は予想できるじゃないですか。で、あいつが売るんだったら俺も売ろうみたいな精神で、みんなが同じ方向を揃えて売り出すから、KDDI の売りってね、今後めちゃくちゃ加速していくんじゃないのと思うんですよ。これは後でね、信用残高とか確かめていくんですけど、現にこの京セラの株価を見てもらいたいんですけど、見てください。この KDDI 売るよって言ってからボフってね、あれどこ行ったの？チャート見失ったな。うわ、10.4% 下落してるよ。それくらいの下落があったんですよ。KDDI もね、いつか、っていうか近いうちに 10% ぐらい一気にガクンと落ちる時が来ると予想するんですよ、僕は。で、さらにその、京セラは 10% 下がってさらに 4.3% も下落してる。それってね、いつ買いが入るんだってね、今後売っていくって言ってるんだから、この下がりトレンドっていうのは、半年とか1年とか長期にわたって続いていくと思うんですよ。あくまで僕の予想で、株価の下落の原因としては業績の悪化とか下方修正とかがあるけど、やっぱり株の需要っていうのは買いと売りのバランスなんで、そこが大きく変化している。下げるよって言ってるので、買いに向かうバカいないよねという。で、どれくらい株が売却されるかっていうと、京セラは今後5年間で全保有の3分の1を売却予定です。
だから全部で1兆5000億円ぐらいあったから5000億円規模だから KDDI が自社株買いをしていて穴埋めをするよっていう以上の金額なんですよね。はい。KDDI とは日本を代表する通信 IT サービスプロバイダーであり au ブランドで人気っていうかみんなご存知ですよね。もう携帯の事業って言ったら三大巨頭のドコモとソフトバンクと KDDI ですよね。それだけじゃなくてめちゃくちゃ大きい基盤じゃないですか。通信も何兆円かけて国家予算に匹敵する予算を持ってるってことは、だからもう金融とかエネルギー、デジタルフォーメーションといった広範囲なサービスを展開していって、近年では 5G とか生成 AI とかが流行ってきて、さらに高速っていうか大容量のデータが必要とされてきて、サブスクリプションっていう文化も当たり前になったじゃないですか。僕だってチャット GPT の有料プランに入っていて、もうあれは秘書ですね。何だってやってくれるし、僕の会社の事業とかも進めてもらってます。近年では社会全体のデジタル基盤の役割を強化してきて、あれ？ここ俺たち割り込めそうだな。Google に追いつけんじゃねとか思ってそう。また、ローソンと共同で未来のコンビニプロジェクトも進行中でデジタルフォーメーション技術を用いて社会貢献と企業価値向上を目指しています。具体的に話すと長くなっちゃうよね。年間配当は145円。で、結局、優待を含めても 3.5% から 4% のレンジ幅なんだよね。そんなに高くはないじゃんって僕も思うんだけど、通信業界でね、給料今月ピンチだから携帯の通信解約してきたよみたいなそういう人はいないじゃないですか。なのでディフェンシブセクターと比較して高水準で安定したインカムゲインっていうのを提供するために長期的に保有する価値があるんですよね。だからキャピタルゲインで上がった下がったっていうよりも自分の年金を買うつもりで長期保有に向いている銘柄と言えます。なんで僕がこれから言うアルゴリズムは向いてないですね。このように優待は長期保有が1年になったのかもう全く魅力のないものになりましたね。昔はすごい豪華だったんですけどカタログギフトがもらえて僕が持つ要因っていうかインセンティブになってたんですけどね。で、5年以上持ってようやく3000円相当にグレードアップする。で、しかもそれってポンタポイントなんで、ローソンとかauPay マーケットとかで使用できる人限定なんですよ。で、僕はね、Amazon をメインで利用して全く恩恵がないので、ポンタポイントに変換してすき家の牛丼を食べようかなと。配当利回りが 3% で、配当成功が 45% なんで、そろそろ上限が見えてくるかなっていうところですよね。セグメント売上は年々上昇していて、で、利益率が今回下がったっていうことで、株価の下げ要因、早めに京セラが売っとくか、そういう考えに至ったんでしょうかね。こういう通信業界を比較してみると、5G および AI 技術っていうのが我々の文化に浸透してきたじゃないですか。一方で、人と人とのつながり合い、そういう通信網っていうかコミュニティの推進っていうのかな、不可欠とされています。だから KDDI はリアルな人間関係ということで、ローソンや三菱商事と連携による未来のコンビニっていうのを構築したかったんでしょうね。で、業界内の独自ポジションを強化していて、競合他社と比較して先進的な取り組みが見られます。また、ワコンクロスっていう事業とエネルギー事業の拡大に他社との差別化も推進しています。つまり、法人向けの新しいデジタルプラットフォームっていうことです。さあ、業績が11月1日に出たじゃないですか。で、早速ね、分析しました。各25点評価で100点満点。まず、財務健全性は20点。これは債務が増えているけど、キャッシュフローは依然として堅調なことから、まだまだ体力がある。ただね、どんどんマイナスになっていったらいかんよね。ということで20点です。成長性としては22点。5G やデジタルトランスフォーメーションの成長を背景に安定した売り上げをあちこち新しく模索しているっていうことで22点。市場ポジションに関してはもう携帯事業で新規に参入できるっていうのかな。もう楽天でさえもめちゃくちゃ赤字垂れ流して参入できない。じゃあもう第2の KDDI やソフトバンクみたいな部分が来るかっていうと来ない。じゃあもう市場は安泰だということで23点です。完全に独占というわけではないので25点満点から2点マイナスです。将来性に関しては24点。ほぼこれは満点に近い。エネルギー、デジタルフォーメーション、5G においてはもう1000倍特許じゃないですか。ソフトバンクもね、投資を主軸としてビジネスを行っているので、で、ドコモっていうのもちょっと国が筆頭株主で動きが遅いっていうのもあって、もうこれは KDDI が一番じゃないかなということで、1点だけ引いた24点。
ということで、総合評価としては89点。非常に有望と判断されます。問題はいつ仕込むかなんですよね。ここがすごく難しいところ。じゃあ、どれほどね、心理状況に影響を与えて、みんなは動いてんのかっていうのを分析してみました。みんな大体こうなるだろうと思ったけど、実際に分析するっていうのはね、AI がないとやってられないことですよね。じゃあこれで改ざんは約 11% 減少したっていうことは、京セラが売るっていうから、俺たちって手つけない方がいいよね。嵐が過ぎ去るのを待とうということで、出来高が下がっているじゃないですか。で、売り算は 11% 増えてるっていうから、下がっていくから、ついでに売りを仕掛けておけば、儲かるじゃんっていう投資家も一定数いるわけですよね。つまりこの全体的に売り圧力が高まっているということです。出来高の推移自体は横ばいで推移していて、投資家の取引活動に大きな変化は見られません。まあね、機関投資家がバレないように出来高を鳴らしているのかはわからないです。定かではない。信用取引高の変化率と出来高の推移から投資家の認知度や関心度は中程度かなと評価できます。具体的には信用取引残高の変化はあるものの、出来高に大きな変動がないために、パニック売りとか投資の関心っていうのは一定水準を維持していると考えられています。点数としては60点と判断しています。じゃあこれですよね。投資判断のまとめ、買いか買わないかです。KDDI は配当や優待、5G やデジタルトランスフォーメーション分野の拡大による成長ポテンシャルから見て、買いの推奨銘柄です。通信事業の安定性に加えて、エネルギーやDX 分野への積極的な展開が成長を牽引してリスクを上回るリターンが期待できるため、特に長期投資家に適した銘柄と考えられています。じゃあ、アルゴリズムを話していきますね。いくらで買えばいいのか、11月最新の決算単身の結果っていうのは良かったですが、京セラが筆頭株主で1兆5000億円分のうちの3分の1をね、5年間のうちで売却するということで、信用売りが今直近で多くなっていて、値下がりで儲けてやろうというプレイヤーが増えてきています。配当、優待をもらうのは現物で効力を発生するものだから、この値段設定のは長期投資と考えてください。購入して下がっていくことも十分考えられますが、成長は継続している企業なので、長期で株価は上がるバイアスっていうのがかかり続けます。だから、下がったから買ってしまうっていうと、すごくもったいない。で、上に行くっていうのはあまり考えられないっていうか、予想外のことなんで買わない方がいいかなと。で、下限値、今後下がっていくという話をしてきたので、4600円を下回ることがね、チャートを見るとないんですけど、これからトレンドが変換して起こるのでは、もし下がったんだったら、配当利回りが高くなって割安にもなるわけだから、これくらいだったら買ってもいいよねという値段です。それで、買った値段が4550円で僕だったら買いますね。で、損金のラインが4141円。9% の損失に留めておく。やっぱり一度下落し始めたら 20% 下がるとかザラですからね。で、トレーディング開始、買った時から 6% の利益が出てからは、配当を1年間持つよりも、もう1ヶ月で上がってしまったらもう利益確定して、次に上がりそうな銘柄、好きな銘柄に投資した方が資金効率って高くないですか？ということでね、次の銘柄いきます。皆さんどうだったですか？もっと知りたいところ、ここはいらないかなっていうところはコメントでください。さて次の銘柄は、証券番号9306の東洋倉庫。なぜこの銘柄を取り上げたか。それは筆頭株主っていうサムネイルの通りに、今度は三菱 UFJ の大量保有報告書が出されたからなんです。これって時価総額がすごくね、100億円ですごくちっちゃいんですよ。で、それで買いを入れて 5% っていうと、もう今後買いが集まってきて200億円前後の企業に、で、筆頭株主に三菱銀行が入るっていうことは、メンツにかけて下げたくないわけで、儲けるために買ってきてる。誰よりもリスクを取ってきてるわけですから、絶対意地でも下げないじゃないですか。下がってくるんだったら自分で買って株価を補正するくらいの力がある。で、これらの今から話す銘柄2つは10万円以下で購入できるので、失敗しても全然生活に支障がきたさないっていうのと、気軽に購入できるので、100株は購入して優待もらってもいいんじゃないかなとか。さて、東洋倉庫株式会社は総合物流サービスを提供する企業であり、サードパーティーロジスティックスというわかんないけど、そういう
中心に運送や倉庫管理とか幅広い物流サービスを展開しています。名古屋に本社があるっていうことだったかな。直接 IR 広報部に行ったことあります。不動産事業も手掛けて安定的な家賃収入を確保しています。すごいよね。存在するだけで利益が生むみたいなサービス。錬金術じゃない。で、この会社は運送体制の強化や海外拠点の充実、安定収益源としての不動産賃貸を通じて持続的な成長と向上を目指しています。つまり株主に対してちゃんと稼いでお小遣いを上げてるってこと。これがね、なかなか高いんですよ。配当利回りが 4.1% で高い。で、逆に懸念点は時価総額が111億円でちっちゃいので、もうね、吹き飛びますよね、すぐ。ふって吹けば。ヒット株主が。やっぱこいつ辞めたって言ったら、この株が暴落です。でも、そういう筆頭株主、大量保有報告書に記載されたからには、直近6ヶ月以内は売却できないような仕組みになってるので、これはね、上がっていくだろうと。利回りも 4.1% で悪くない。配当成功は 30% で、成長性を考慮すると許容範囲と。優待については3月の年1回。僕は半年に1回欲しい。で、これが注意するのがね、500株以上を買わないといけないっていうこと。だから最低取得金額はね、70万超すので、ちょっと実質無理かな。僕よりお金持ってる人がいて、これくらい余裕で買えるよみたいな人がいたらどうぞ。で、500株以上持って、ようやく2000円相当のギフト券で1000株以上持っていると5000円になる。3月に権利確定で、6月に来るって感じ。しかもこれね、1年以上持たないといけないっていうから、もう説明しなくていいかな。業界の特徴では、物流業界ではコスト上昇と競争激化が続く中、業績がいいっていうのは前々から調べて、記憶してるんですよね、僕は。ただし、利益率の改善と新規事業のコストの効率化っていうのがね、新しいことするっていうことは慣れてないし、無駄が多いっていうことで、今後の課題です。リアルな数字で今評価すればいいだけなんで、株主っていうのは楽ですよね。不動産事業は安定した収益源として評価できそうだよね。他の物流企業としてバランスの取れた安定性のある企業構成が見られる。だから長期で持つっていうのはいいことですよね。さて、業績を点数で評価しました。財務健全性は21点。総資産の増加っていうのは見られていいんだけど、自己資本比率の低下に注意です。自己資本比率っていうのは自分の持っているお金、自前のお金っていうこと。で、いろんなところに拠点や工場、倉庫っていうのを建てたりすると、他のところ銀行から借り手とか融資を受けてレバレッジを効かす必要があるんです。つまり背伸びしてる状態なんですよ。ちょっと届かない。ちょっと背伸びとか。それで三菱銀行が買ったのかもしれないし、で、そういう自己資本比率が低い、背伸びした状態だと、そこからね、足蹴られたりすると、ボタッとこけたりするんで、すごい危ないんですよね。言うこと聞かない体の部位がたくさん増えてくるっていう感じ。で、21点。成長性に関しては20点。営業収益っていうのは増加しているものの、利益率の低下が懸念。新しいことを始めて足を引っ張ってるんですよね。成長ポジションとしては22点。安定した物流、不動産事業で競争力があって、単なる倉庫の会社ではなくなってきている。ということで22点。将来性は19点。新規事業のコストが課題とされている。で、総合評価としては82点。で、中長期投資としては魅力があり、買いという判断です。東洋倉庫っていうこの会社は、注目されているか、出来高に変動がないか、上がっているんだったら需要が上がってるってことだから、買いがどんどん溜まってきて株価が上がるってことなんですよ。株価がこう直近でグイって上がっているけど、その出来高があまり伴っていないところが不自然ですね。ということで、出来高の推移としては20点。出来高は安定していて一定の関心は維持しています。信用取引倍率の変化は19点。これは時価総額が100億円以下なので、億ぐらいを持ってるテスタさんとかやると、それだけで動いちゃうし、あいつが来たみたいな、バレちゃうんですよね。だから取引する人も少ないので、新規の関心っていうの限定的っていうのが見てわかりました。ニュースとしては、市場での注目度っていうのはほら、倉庫なんで地味じゃないですか。そういうのを計測したところ17点。で、配当と優待に関しては15点でありますけど、もう僕はもう9点とか、もう0点ですね。評価としては68点、総合評価は中程度って言うけど、そもそも時価総額が小さいので、ちょっとニュースに上がっただけで株価が乱高下するので、もう一喜一憂せずに長期で持つっていうことがベストな銘柄です。じゃあ、買いか保留かっていう結論なんですよね。なんだかんだ言って業績はいい。で、注目は68点。じゃあその結果として物流と不動産事業の安定した収益基盤を持つ
堅実な企業です。他の人たちがこの指揮法だけを見ると、あ、倉庫のやつね、会社ね、って思うかもしれませんね。でも実際は不動産とか新しい事業で堅実にもっと安定した収益を出そうと試みがあって、収益が悪いっていうのも新しいことに取り込んでいるから、これはまだ数字に見えないことなので、投資家からは指揮法だけを見ていると見落としがちですね。っていうかわかんないですね。結論として中長期の買いということです。値段もね、20万円以下で買えるので、僕だって買います。じゃあここでアルゴリズム。今が1467円。1500円以下だったら買いかなと思って設定しています。アラームは上が1700円。これを上にブレイクすると、ちゃんと評価されてきたんだなとか、買いが集まってきたな、三菱バンクの思い通りに来たなっていうことなんで、便乗するタイミングです。下限値1320円。これは三菱とか筆頭株主が撤退している、もしくは予想外のことが起きている、業績が変更したとかいうのがあるので、持っていなければもう一回確認して買うか買わないかというのを検討するタイミングの値段です。トンギーの値段は1365円ですからね。今回はね、こういうわかりやすいのに文字にして、こういうのもね、ちょっと写し忘れたけど、もう資料めっちゃ作ってきたんですよね。もう作りすぎて、もう忘れちゃった。でも見やすいですよね。そうですね。資料があっていいなって言ったら1番。ない方がいいなっていうのは2番。コメントお願いします。毎回僕真面目にコメントを返信してるんですよね。では次の銘柄行きましょう。ワクワクしてきましたね。証券番号8018、環境成功。まず、三菱 UFJ 銀行が大量保有報告書をこれも出していて、その割合が 5.34% なんですよ。で、この会社は、国内外で繊維、ファッション、不動産事業を展開する企業で、特にファッションブランド、ダンクとか、レオナルドとかいうブランドビジネスに注力しています。もう投資家からしてみればね、もうブランド服ってどうでもいいっていうかね、VTuber だからどんな服っていうかね、関係ないじゃないですか。興味ないけどね。でもその勝ち馬に乗る利益を出すため、いいな銘柄とは関係ないのでね、見ていきます。ちゃんと利益にはなる銘柄なんで、VTuber の絵にカラーとかカバーとか持ってもすごく予想しづらくてね、持つ銘柄ではないです。繊維関係の OEM の事業。OEM の事業っていうのは、服は他の会社が特許を持ってるんだけど、私たちのブランドがあるから、私たちが売ったことにしようみたいな、表示タグを変えられるんですよね。それが OEM。そういった収益基盤を多角化しています。僕たちには疎いけどね。はい。優待は毎年3月で100株以上を保有する株主に対して、しかも値段を見てくださいよ。585円ってすごくいいよね。で、配当利回りが 4.61%。で、100株を持ってセールへ招待。で、500株で上限が3万円までの優待割引のクーポン。欲しくないですけど、僕は。さて、指標を見てみましょうか。時価総額は254億円。それで、三菱バンクが 5.34% を買ってきた。大きい金額ではないですね。配当利回り 4.2% ですごく高い。じゃあ無理をしてるのかな。配当成功は 50% 近い額なんで、もういっぱいいっぱいですね。じゃあ他の類似企業と比較してみました。繊維アパレル事業は、商業施設への需要の回復、インバウンド需要に支えられる一方で原材料の高騰とか為替リスクっていうのが利益に影響しますね。で、産業成功はグローバル展開を進める一方でイベント事業とか不動産事業を収益の柱として安定性を確保しています。なんだろうね、不動産っていうのは存在するだけでお金になって利益が出す錬金術なんで、もう日本だとね、じいちゃんばあちゃんで死んでいく人ばっかりで、建物だけ建っていくような未来が来そうですよね。そんなに建ててどうすんの？人すまんやん。それはさておいて、今回の業績の点数化しました。財務健全性は22点、総資産と自己資本比率が増加して、より健全性に近づきました。成長性は20点、売上は増えたんだけど、利益率の低下で、評価は20点、市場ポジションは21点、ブランドビジネスとか不動産事業で安定している市場ポジション。服でって言われてもね、僕にはわかんないけど、将来性に関しては20点。服とかブランドってコロコロ変わるもんだし、流行りって一瞬じゃないですか。あとは僕興味ないということで20点よりもっと低い点数つけたいです。業績を点数化させると総合で83点。ということで、進んで買うほどでもないから、保留かなっていうのが業績ですね。じゃあ人間の意識を見てみました。出来高の取引の動向は、この1ヶ月間は安定していて、特段の急増とか減少は見られません。これは株価に対する投資家の関心が一
定であって、売却が活発でないものの、安定したのがかえっていいんじゃないのかなって。信用取引の残高。これも大きな変動っていうのはない。投資家の関心が急激に高まってるみたいな様子もない。配当利回りっていうのが唯一持っときたいなっていう要因ですね。4.29% で高い水準を維持しています。またそれを維持しようと、いろんな収益を多角化して収益を上げようとしています。一方でね、新しいことをやってきているので、無駄が多いとか、あとは材料とかが為替とかで影響されやすいということで、予想がしづらい。あとは洋服のブランドなんで、投資家があまり好まない。でも、三菱バンクが買ってきてるので、上げに来ていますよね。なんかそこだけの情報がリークされてんのかな。ニュース IR とかの状況かな。規模自体が少ない。ちっちゃい250億円の規模なんで、ニュースになることっていうのが少ない。だから知られることがなく買いたいなって思うような投資家も増えないから限定的な需要に留まっているかなということで70点の評価にしています。で、これトータルで見て買いか保留か。産業成功は多角的な収益源を持って安定した事業運営が期待されています。売上高は成長しているものの利益率が悪化して、あとは為替の影響が受けやすいっていう体もあまり魅力ではない。唯一配当金が 4.29% を超えるということで、その他に魅力的な銘柄ってあるよねっていうことで、100株だけだったら買ってもいいかなという結論ですが、優待とか相手してほしい、おめでとうっていうことで、僕はもらいたいので100株は持っときたい。リスクっていうのかな ?6 万5千円分のリスクっていうのが低いので、リスク分散の意味で100株限定で保有するのはありだなと。これってアルゴリズムでいくんですけど、650円。逆差し値なんですよね、これは。まだ620円くらいなんで、650円でちゃんと上がってきたら、これから上がりトレンドなのか、とか、買いが集まってきたのか、っていう可能性が高いので、逆差し値で100株買ってみる。で、このアルゴリズムが通用して、利益が出たら利確して、本切りってことはあまりないかな、と思うけど、ちゃんと設定しとこう。アラーム設定として589円。これは下がってるってことなんで、三菱バンクが筆頭株主で買いを入れてきたのに何も反応しなかった。どうなってるんだっていうような状況なんで、それは筆頭株主にもびっくりの状況なんで、これは再度分析が必要。あとは、配当利回りが高くなってるってことなんで、これは買いを入れる絶好のチャンスですよね。ということで、3銘柄いかがだったでしょうか？本当はね、5銘柄とか紹介したかったんですけど、もう話すと、もう1時間とかなっちゃうんですよ。もっと簡略して話せばいいんだけど、適当に話すの嫌っていうか、僕がこれ分析して自分で買いか買いじゃないかを判断しているので、もっと情報が欲しい。これくらいは毎回調べてるんですよね。そういえば、ここからはね、フリータイムで、僕ね、豊橋市に住んでいて、お弁当配達の事業を起こそうと思っていて、補助金を申請してね、タブレットの分は下りないかなと思ってたんですけど、全部申請受理されてたので、僕がその店の取引相手に貸しを作ったわけなんですよ。だから、もう僕は補助金申請して受理された。自信つきますよね。申請すれば通るんだって。いくら通ったかっていうと、補助率が 50% で、その額が47万2000円採択された。これ大きい。お店を経営しているオーナーにも僕の信用が高まったので、新規事業については決済権を僕が握るということになって面白い展開になってきました。お見合いアプリで男性が年収0円って僕はやってるんですけど、本当にもうね、全然ダメですね。ほら、株って分離課税で総合課税じゃないから、ゼロがいいのかなと思って、年収ゼロって書いて、お見合いで写真載せても全然相手にしてくれない。どんどん疲弊していきますよね。もう自信も失っちゃって。で、ようやく新規事業で年収1000万円とか、プロフィールに記載できると、ハードルはぐっと下がる。いろいろ、お見合いアプリでね、いっぱい持ってまくるのかな。もちろん VTuber 事業は経費の宣伝広告費として、活動費でスタッフを雇えば、僕の居場所がどんどんできてくるし、認知度っていうのを拡大する。みんなから必要とされると、生きる目的、理由になる。やっぱり、生きる理由がないと、人間一気に老け込んだり、病気になったりするからね。会社を退職した60歳のおじさんが いたんですよ。で、5年ぶりにね、会社の飲み会に参加してきて、でも、白髪真っ白で、そんなに老けんのって思って。で、調べると理由はね、人間は他の人から必要とされることによってエネルギーを得ているんだ。と僕は結論付けました。だから僕の会社を作って、僕を必要とされる場所を作ったら長生きするに違いないと僕は思ったんですよ。詳しくはね、
ピクシブファンボックスのミーティング、定期ミーティングで話しています。僕の話プライベートで話してるのかなって気になったら入ってください。いいね、高評価、シェアボタン。そうそう、先週とか先々週もみんなにコメントとか、いいね、シェアボタンとか協力もらった結果、めちゃくちゃインプレッションが上がってね、再生回数って大したことないじゃんって思ってるかもしれないですけど、チャンネル登録者数は先週より増えるスピードが上がって367人1ヶ月で増えました。こんな風に投資家の仲間が増えてきて、いいねとかそういうアクションを起こすから仲間が集まってくる、盛り上がってるっていうね、演出ができますからね。で、仲間が増えたらコミュニティが成長して、わあ、自分が古参としていてよかったな、みたいな場所になっていけたらいいなと思うし、ね。だから僕は会社を作りたいなと思ってるんです。できるよ、絶対来年。皆さんが協力できることは、いいね、コメント、シェアボタンを押すことです。仕事も遊びも全力で生きていきましょう。また来週の動画でお待ちしております。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。それではね、また来週。バイバイ。